はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日はですね、新しいモカポットをご紹介したいと思います。コフィカという名前のモカポットでございます。で、このコフィカというのはですね、もう新しいコーヒーブランドなんですね。こちらのブランドを立ち上げた方は日本人の方で、おうちコーヒーに特化した道具をね、どんどん出していきたいというね、コンセプトで立ち上がったブランドでございます。で、今回ね、この第1弾がこのモカポットということで、すごくね、モカポット好きの私にとっては嬉しいなっていうね、そんな感想です。いわゆるクレマを形成できるモカポットというね、そんな位置づけになります。でね、圧も少し高めで美味しいね、濃厚なモカコーヒーを入れることができるわけです。もうモカポット界隈ではですね、結構話題になり始めていてですね、もう何人かはもう実際にも使っていると。で、私も何回かショート動画とかでもね、上げてるんですけども、今回ね、本動画でちゃんとやろうかなと思いました。通常ね、メーカーさんが勧めているやり方とは違う方法、もう私の持っている道具というかね、設備の中でどういうふうにね、ベストにできるかなというのをね、やり込みまして、やっとね、納得のいく抽出ができましたので、今日はね、それをお伝えできればなと思います。で、もう本当ね、モカポットってアナログな道具なので、もうやり方はね、いろいろあるんですよ。で、その人の条件とか気候とか豆とか、いろんな条件によってね、全然変わってくるので、もうね、こういうのをね、やっていく方なんかは自分のね、やり方なんかをいろいろ探していただくと結構ね、面白いんじゃないかなと思います。それがね、モカポットの醍醐味かなと思います。ではね、早速やっていきたいと思います。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。何よりね、特徴的なのがこのパックスクリーンをね、装着するマキネッタ、モカポットですね、なんですね。でこのパックスクリーンをこのモカポットに採用したというのは、正直今まで私見たことがありません。なので、このコフィカが初めてじゃないかなと思います。これはね、後で抽出やりますけども、このね、バスケットのここにね、装着するんですよ。そうすると圧がね、いい感じにかかって均等に上がってくるようにね、やったんじゃないかなと推測をいたします。あとね、ここにね、こう圧力のね、かかるこの弁みたいのがついております。で、この本体と別売でこういったね、IH プレートっていうのもね、発売されてます。っていうのが、このコフィカのね、この説明書、これも特徴的ですね。冊子がね、たくさんついてる。現時点でこんな感じになってるんですけど、このレシピ集とかね、なんかいろいろねいろいろこれ撮ってますよね。写真とね、やり方とかね。抽出する上でこのポイントっていうね、この冊子があります。これね、すごくよくね、書かれております。詳しくね。もしね、買われた方はこれ最初ね、一回全部ちゃんと読んだ方がいいとは思いますね。で、基本的にはこれね、特徴の一つなんですけども、今までのその通常のビアレッティとかのモカポットだと、ユーザーさんによってはできるだけ弱火にしてとろっと入れるみたいなっていうのは結構定説だと思うんですよね。結構ね、弱火でやることが私も多いんですよ。なんですけど、このね、コフィカに関しては全くね、真逆のところからね、行くんですよ。なんかね、メーカーさんがね、やっている方法っていうのは、まずね、強火の方がいいって言われたんですよね。モカポットで強火推奨かっていうので、結構最初そこからびっくりしたんですけど、でね、基本的には IH の熱源で、これを引いてね、1400ワットぐらいでやってるんですよね、そのメーカーさんのやり方としては。で、説明書にもね、この800ワット以上がいいですよっていうふうに書かれてます。私のね、結構その固定概念なのかもしれないんですけど、結構モカポット界隈ではですね、結構弱火の方がモカポットはいいって言われてるんですけど、それを逆を言っているということですね。で、IH の、私がね、このポータブルで持ってる電熱ヒーターとかだとやっぱ火力が足りないんですよね。で、結構ね、何回か失敗しちゃいました。で、失敗って言っても、クレマが納得いかなかったいいところだっただけであって、コーヒー自体は美味しかったんですよね。で、ただせっかくなんでコーヒーをちゃんとクレマをねちゃんと出したいなと思ったので、いろいろね熱源でやってみました。で、私はね、その設備的に1400ワットを出す IH というのを持ってないんですよ。なので残念ながらね、それを
やることができません。ただそういう人って結構いると思うんですよね。なので、あくまでこう直火、コンロの直火でやってみようと思いました。で今日のね私がやる方法は、私の自宅にあるねコンロの細口コンロの方が安全装置でね途中で止まることがなかったので、それで今回はやってみます。このコフィカを使った他の、ね、ユーザーさんなんか見てますと、カセットコンロでやってる方もいらっしゃいましたね。なので安全装置がすぐに働かないガスコンロでやるのが条件かなと思います。直火でやる場合はね。で人によって全然違うんですけど、これを使ってうまくいった人っていうのもいるらしいんですけども、私はね今回これ使いません。なので IH の 1400W のものね、ご自宅にもう設置してある方、もしくはポータブルで持ってらっしゃる方はこれを使ってください。じゃないと感知をしません、これはね。なので、これっていうのは、必要に応じて使っていただければいいかなと思います。はい、話ちょっと前後しちゃいますけど、コフィカね、こういったねパッケージもねすごいいい感じの箱っすよね。ギフトにもすごいいいんじゃないかなと思います。でもう一個ね面白いのがこの構造ですよね。ここがねこのフィルターの穴なんですけど、これがね通常の他のメーカーさんのモカポットに比べて細かい穴なんですよね、ここね。これもよりね圧力とクレマを形成するための、工夫がなされているかなと思います。でこの後抽出を行います。なんですけど、今日の私の条件ですね、レシピをご紹介いたしますと、こちら出しますけども、使うのは家庭用の細口コンロを直火でいきます。で直でいきます。プレートを使わずにねやります。でもうほんとねイタリアンロースト、もう本当に深入りができればベストです。で豆的にもモカポットに向いている豆っていうのはね、ロブスタ種がある程度配合された豆っていうのは比較的クレマが形成しやすいと言われてます。なんですけど、あんまりそういうのって少ないんですよね、ロブスタ種でが少し入ったものっていうのは。なので焙煎店さんで買う場合なんか、基本ドリップ用とかのアラビカ種がメインになってくると思うんですけど、今日はそのアラビカでやります。なのでロブスターでねあえてこうパンチ力を入れてるってわけじゃなくて、通常のアラビカ種の本当は深入りがいいんですけど、ちょっとね深入りの中でも極深ではなくて深入りレベルの豆でやります。はい、すみません、こんなもんですね。こんな感じの、後でね抽出を見ていただけるといいんですけども、このぐらいでやります。本当はねもっと深入りの方がいいとは言われました。ただね、この動画撮る前でもこれでねうまくいってるので、これでやってきます。で引き目は、極細いけます。結構最近持ってらっしゃる方多いこのタイムモアの C3 のシリーズですね。 C3 の刃で7クリックという引き目で今日はやりたいと思います。で、豆なんですけども、15から18ぐらいの間でやるといい感じなんですけども、この焙煎度合いによって若干ねそれも変えた方がいいです。で今日はこの条件で 17g でやります。細引きですね、もう完全に7クリックなので。今日は先にちょっと説明だけバシバシやっちゃうんですけど、あとねこういったねドージングリングはあった方がベターですね。こう綺麗にね整えてくれるんですよ。このコーヒーの粉を平らに綺麗に入れてくれるので、圧力がねこう分散しちゃうんですよね、ボコボコになってると。なのでできればこういったドージングリングがねあった方がいいかと思います。コフィカも別売で今後出すということで、これはちょっとプロトタイプのようなのでこれ自体は売ってないんですけど、今後ねこういったものも出てきます。あとポイントになるのがこの紙のロシですね。これあってもなくてもいいんです、ぶっちゃけなんですけど、あった方がちょっとね圧がかかるというか、あとね粉っぽさもなくなるっていうので、結構モカポットやる方なんかこれ知ってると思うんですけども、これねつけた方がいいかなと思いました。で大きさなんですけど、結構この大きさだと皆さんこのカリタのこの3の大きさ、58ミリのやつを結構ね想像するかと思うんですけど、付け方がねちょっとこの中に仕込むので、できればもうちょっと大きい方、このカリタの丸ロシだと6ですね、シャープ6の方が合ってると思います。で、エアロプレス用のこれ丸ロシなんですけど、これ 65mm のやつですね。60から 65mm ぐらい、あった方がいいかなという印象です。あとね水は 80ml を使用します。それもね全部このポイントのこの説明書に書いてあるので、是非ね参考にしていただけるといいと思います。火加減は本
当にとろ火だと、抽出時間が伸びちゃうのでうまくいかない場合が多いです。なので底部から、出ない程度ぐらいの火加減がねいいかなというふうに思います。なので今日はこの後ねそんな感じで抽出を始めていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、皆さんお疲れ様でございました。入りましたのでいただきます。おーめっちゃ濃厚っすね。ちゃんとエスプレッソができております。でもちろんねこのまま飲む方ってあんまりいないとは思うんですけど、砂糖とかね入れたり、もしくは僕はねもうやっぱミルクと合わせるのが一番いいなと思ってます。このモカポットのねコーヒーはクレマというのもですね、別に毎回形成されなきゃいけないっていうわけではなくて、ある程度ねちゃんと抽出ができていればそのコーヒー自体は失敗ではないんですよ。モカポットってアナログな道具なので、その時の条件とか微妙な温度の差とかね、もう言う人はね冬の方がうまくいくっていう人もいるぐらいなんですよ。なのでちょっとこの季節ねちょっと暑くなってきたんですけど、ちょうどね夏の前ぐらいの温度気温なんですけども、暖かくなってくるとちょっとクレマの形成がね少しなくなってきたりするんですよ。ただそれはそれで美味しいコーヒーにはなってるので、クレマができないからといって失敗と考えるのではなくて、もうクレマがねすごいいい感じにできたら大成功みたいな感じで考えておいていただければいいかなと思います。是非ねご自分の方法を編み出してみるのも面白いとは思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。